日本国有鉄道誕生第3話、国鉄の誕生。GHQ の見解を聞いて頭を悩ませたのは時の政府でした。GHQ の命令は絶対であり、マッカーサーからの書簡、指示ということになればなおさらでした。連行に書きましたように、政府としては鉄道総局をどうすべきか考えた結果、政府の意向ができるだけ通る、すなわち政府が公共企業体を支配できる体制を考え出しました。これが後々まで国鉄を苦しめる結果となりますので、よく覚えておいてください。政府は3つの案を考え出します。1、国務大臣を総裁とする鉄道総長。2、運輸大臣の関東下に置く特別法人国鉄公庁。3、特別の管理機関を持つ特殊法人国鉄公社。政府は1の形で決着をつけたかったのですが、これは認められず、3案を採用せざるを得ませんでしたが、政府は影響力を行使できるよう、2案を加味した線が固守されました。参考前に日本国有鉄道法を抜粋させていただきます。第1章総則、目的、第1条、国が国有鉄道事業特別会計をもって経営している鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もって公共の福祉を増進することを目的として、ここに日本国有鉄道を設立する。法人格、第2条、日本国有鉄道は公法上の法人とする。日本国有鉄道は民法、明治29年法律第89号、第35条、または商事会社その他の社団に関する商法、明治32年法律第48号の規定に定める商事会社ではない。この背景には、陸上輸送をほぼ独占していた国鉄、国営企業であり、引き続き国が保有するべきものであるという認識が強かったためであり、これは政府も鉄道省、後の国鉄も同じような理解でした。当然、最初から政治の介入を招く下地が出来上がっていました。特に、給与総額制や運賃法定主義など、国鉄当局の当事者能力を制限するに及ぶと、国鉄の持つ権限は限りなく小さいものとなってしまいました。給与は先のように国家公務員や民間準拠ということで、公務員準ずるとして当初から総裁に権限があるものではありませんでした。参考として日本国有鉄道法抜粋。給与第28条。職員の給与はその職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。2、職員の給与は生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給与その他の条件を考慮して定めなければならない。運賃に関しても先条文にあるように国の行政機関とみなし、法律で運賃の改定がなされる国の機関としての扱いを受けることとなりました。経理原則及び運賃。第36条、日本国有鉄道の会計及び財務。運賃の設定及び変更に関するものを含むに関しては、鉄道事業の高能率に役立つような公共事業体の会計を記述する法律が施行されるまでは、日本国有鉄道を国の行政機関とみなして、この法律またはこの法律に基づく政令もしくは省令に定める場合を除くほか、国有鉄道事業特別会計法、昭和22年法律第45号、大政法昭和22年法律第34号、会計法昭和22年法律第35号、国有第3法昭和23年法律第73号、その他10年の国有鉄道事業の会計に関し適用される法令の規定に例によるというふうになっております。こういった必要以上の足かせが国鉄としての復興の始まりになるのですが、これは後の機会にしたいと思います。国鉄は昭和24年6月、日本国有鉄道として発足しました。当初4月発足だったのですが、国家行政組織法や運輸省設置法の立法が遅れるなどで、運輸大臣の権限において意見対立があり、準備が遅れ、6月からの移行となりました。日本国有鉄道の誕生は政府にとっても国鉄本体にとっても多くの問題を内包したままのスタートとなりました。国鉄の中には戦時中に採用した女子職員や元鉄道省の職員、満州鉄道職員も含め50万人近くの人が働いており、独立採算性を最重要課題にされた国鉄にとって、
人員整理が最も最初に行うべき仕事となりました。実は人員整理は運輸省、鉄道総局時代にも実施しようとしたのですが、国労の反対で撤回されました。国鉄発足直後の人員整理は、当時の鉄道の輸送力を考えると避けて通れない問題でした。しかし最も国鉄にとって不幸だったのは、GHQ の指示した公共企業体という概念を国鉄、当時は運輸省も政府も理解していなかったことでしょう。この問題は国鉄財政が悪化する昭和40年代まで変わらず、結局、昭和56年のローカル線廃止問題をくすぶらせる原因にもつながっていくのですが、それは別の機会でもさせていただきます。